はようございます。あやはれです。まずは歯磨きをしながら姿勢改善ストレッチ。ジムに通うようになり、鏡で自分の姿を見ることが増えて、姿勢が整うだけで数キロ痩せて見えることに気づきました。下半身を重点的にストレッチして体を下から整えておくと、一日姿勢を意識して過ごせるので、少しずつ立ち姿が綺麗になってきました。骨盤を前後に動かして骨盤を緩め、足指をグーパーしてしっかり足裏全体で地面を踏む。かかとをゆっくり床から上げて2秒キープ。ゆっくり床に下ろす。足首からふくらはぎまでしっかり使う意識を作る。冷水で顔を洗って、そのまま首から肩甲骨あたりまで冷やして褐色脂肪細胞を刺激する。褐色脂肪細胞を刺激すると脂肪燃焼効果があると知って実践し始めた習慣。今のところ脂肪燃焼されて痩せたという実感はないけど、これのおかげで頭が完全に起きた状態になり、その後の行動がスムーズに行えるので、結果的にいい習慣になりました。ジムに通い始めて約半年で体重は4キロ増加。この体重が本当に筋肉で増えたものか、ただ食べ過ぎているのか、まだわからない状態。最近やっと少し筋肉がついたかなと実感できるようになったけど、まだまだ理想とは程遠い。でもこの試行錯誤段階を記録しておけば、いつかビフォーのデータとして役に立つ。そんな気持ちで体重に一喜一憂せず気楽に記録しています。今年新しく買った無印のウォーターボトル。いつでも水分補給できるように常に持ち歩いています。無糖のアーモンドミルク 150ml、ウルトラのホエイプロテイン 30g。 睡眠中に枯渇した栄養を手早く補給する。ベランダで10分から15分プロテインを飲みながら日光浴。窓越しより直接光を浴びた方が強い光で脳が刺激され、体内時計リセットに効果的。スマホを置いて気ままに過ごしているだけで不思議とポジティブな気持ちが湧いてくるので、これも絶対に省けない習慣の一つ。数年前から愛用している習慣管理アプリ。日課を登録して完了したらチェックを入れていく。新しい日課を定着させるのにも役立つけど、私が使う最大の理由は今やらなくていいことをやらないため。例えば朝たまたま壁の汚れが目に入って、気がついたら10分20分も汚れを落とすのに時間を使ってしまったなんてことが以前はよくありました。だから朝の行動は事前に細かく決めておいて、とにかくこの通りに動く。別のことをやりたくなっても、まずは一通りルーティンが終わってからと決めている。この仕組みのおかげで朝の時間を無駄に消費することがなくなり、やるべきことを最優先に終わらせることができるようになりました。他の場所がどんなに散らかっていても、朝キッチンだけは必ず片付ける。仕事もトレーニングも目いっぱい頑張るには健康が最も大切。
その健康を支えるのは食事で、食事が乱れれば体も心も乱れる。とはいえ完璧にきれいにする必要はなくて、最低限作業スペースが確保できれば OK。 15分程度でささっと片付けます。朝ごはんは前回の動画で紹介した高タンパクおにぎりとスープ。レンジ600ワットで2分加熱。レンジ600ワットで30秒加熱解凍したら、熱湯を 150ml 注いで、鶏ガラスープ小さじ1/2、胡椒少々。レンジ600ワットで1分加熱したら完成。朝食は週末にまとめて作った冷凍ストックを活用。朝食を作る時間は最小限に、食べる時間はゆっくりとる。しっかり噛んで内臓を起こすイメージで食べる。ストレッチで適度に体を動かし、日光浴でポジティブな気持ちになり、朝ごはんを食べてエネルギーがみなぎっている最高の状態。ジムに通い始めた最初の頃は大好きな読書時間を削って時間を作っていたけど、朝活の見直しと冷凍作り置きの活用で今は読書時間を確保しながらトレーニングも頑張れている。私が朝のルーティンを組み立てるときは、最初にまず今の自分の朝の行動を事細かにノートに書き出す。そして一つずつ、これは本当にやらなきゃいけないことか、これはどうにかして時短する方法はないか見直していく。個人的には朝活を充実させるために早起きして時間を作るは最初の一歩としてはおすすめできない。なぜなら大抵それは睡眠時間を削るだけになるから。睡眠を削れば頭の回転が鈍くなって生産性が下がるし、ダイエット的には食欲が増すというデータもある。だから起床時間を変えずに時間の使い方を見直すのがまずやるべきこと。一度組み立てたルーティンをまずは1週間継続する。それができたらもう1週間、少しずつ改善して自分だけのルーティンを作るのがおすすめ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。